皆さん、こんにちは。このチャンネルでは、環境、健康、テクノロジーの3つのテーマのうち、毎回1つのテーマを取り上げて、解説、情報をお届けします。この動画シリーズ、地球温暖化を紐解くキーワード解説は、地球温暖化を理解する上で重要なキーワードについて詳しく解説していきます。第2回目は、水の状態変化3体について詳しくお話しします。このチャンネルが面白かった、わかりやすかったという方は、グッドボタンを押してください。チャンネルに興味を持った方は、チャンネル登録をお願いします。では早速、本編をお楽しみください。地球の表面の約 70% が海。その海の主要な構成物質は皆さんもご存知の水です。皆さんが毎日のように見ている天気も、ほとんどが水と大気の相互作用で成り立っています。地球温暖化を理解するのにも、水の状態を知ることが欠かせません。水の状態変化についてお話しする前に、前回の温度変化について軽くおさらいしておきましょう。絶対0度は物質が持つエネルギーが0の状態です。絶対0度以外の温度の物質はエネルギーを持っています。つまりエネルギーが0ではない状態です。温度を私なりに一言で説明すると、熱エネルギーをどれだけ持っているかの指標です。熱エネルギーと運動エネルギーは、エネルギー保存の法則で相互に変換できます。温度が変化すると、物質は固体、液体、気体へ相互に変化します。これは物質の三体と呼ばれています。では、今回は水の三体、固体、液体、気体についてお話ししていきます。水の三体にはそれぞれ名称がついています。固体の時は氷、液体の時は水、気体の時は水蒸気です。また、水は他の名称で呼ばれることもあります。雨、上空で大気中の水蒸気が冷え固まって固体になり、自重で落下し始めます。落下中に温度が上がり、固体から液体になって地表に落下したものが雨です。雪、雨と同様に上空で固体となり自重で落下し、落下中も溶けずに固体のまま落ちてきたものが雪です。霧、地面に接している大気中で水蒸気同士がくっつき、水滴の状態で浮遊しているものが霧です。他にも川や湖など、地形にまつわる水の呼び方や、気象関係のたくさんの水の名称があります。興味を持った方は、ぜひ調べてみてください。意外な発見があるかもしれませんよ。水は自然の中でも、三体を多様に変化させて、様々な形で地球上に存在しています。では、三体の変化について、もう少し詳しくお話しします。水に限らず、ほとんどの純粋な物質は、特定の温度になると三体が変化します。変化するときの温度は、固体から液体に変化する温度が、融点、液体から気体に変化する温度が、沸点です。では、水の融点と沸点は何度なのでしょうか。水は1気圧の時、摂氏0度 C が融点、摂氏100度 C が沸点です。右側の表1は水の三相図と呼ばれるものです。この表は縦軸が圧力、
横軸が温度に対応していて、指標の標準的な気圧である1気圧 1.013 × 10の5乗で、0°C の時に固体と液体の境目があります。同じく、1気圧の 100°C に液体と気体の境目があります。表内の境目の線が、まっすぐではないことが見て取れると思います。これは、圧力が変化すると、融点や沸点も変化する、ということです。地球上では、常に大気が目まぐるしく動き回っています。そのため、大気の圧力も常に変動し続けています。気圧の変動と気温の上がり下がりの相関関係で、地表や海面、大気中の水の状態が常に変化しています。雨が降ったり、霧が出てきたり、湿度が上がったりするのは、水の状態変化が大気と温度によって引き起こされているからです。第2回、地球温暖化を紐解く。キーワードに水の状態変化3体について。こちらが今回の動画のまとめです。水の状態変化3体について、次のことをお話ししました。地球上の様々なところ、海、川、大気中などに、状態が変化した水が存在しています。水の3体は、固体が氷、液体が水、気体が水蒸気と呼ばれています。物質の3体が変化する、境目の温度について、固体から液体へ変化する温度が、融点、液体から気体へ変化する温度が、沸点です。1気圧の時、水の融点は摂氏 0°C、沸点は摂氏 100°C です。圧力が変わることで、融点や沸点の温度も変動します。特に、最後の圧力の変化で、融点や沸点が影響を受けるということが、今後の動画でも重要なので、ぜひ覚えておいてください。次回のテーマは、地球を包み込むように覆う空気の層、大気。今回の動画でも登場した大気ですが、動物や植物が呼吸を行えるのも、今の大気があるからこそです。誰にとっても、なくてはならない存在である大気ですが、時に、人間や自然に脅威となる場合もあります。次回の動画では、そんな大気とは何かについて詳しく解説します。チャンネル登録、グッドボタン、コメントなど、よろしくお願いします。